はい、こんにちは。今日はですね、おすすめのノートアプリを紹介していきたいと思います。2つあるんですけど、この2つのノートアプリを使って、皆さんのこの記憶力、暗記力をですね、もう倍増させるようなノートの作り方を紹介していきます。で、1つ目がですね、これノータビリティです。ノータビリティ多分使ってらっしゃる方もいると思うんですけど、Apple 公式でもおすすめしてる結構優秀なノートアプリです。で、これ多分1200円ぐらいだったと思うんですけど、ちょっと見方がわからないですね。ごめんなさい。もし見方知ってる人いたら、一回買ったやつのアプリの値段の見方を知ってる人がいたら、ぜひ教えてください。はい。で、これ、ノータビリティはですね、結構勉強系のノートを取るときに使えるアプリです。で、私も普段は GoodNote っていう他のノートアプリ使ってるんですけど、勉強するとき、何かを覚えたいときっていうのは、このノータビリティを使うようにしてます。で、今日はね、その理由とか、どうやって使うかっていうのを紹介していきたいと思います。で、これが1個目、2個目です。で、もう一つが、i 暗記シートっていうアプリです。で、これね、無料のアプリなので、皆さんぜひダウンロードしてみてください。で、このアプリ何かっていうと、皆さん学生の頃、赤い下敷きってあったじゃないですか。赤い下敷きをこのノートの上にかぶせて、赤い文字を消して暗記するっていうやり方あったと思うんですけど、それがデジタル上でできるっていう結構面白いアプリなんですよ。これ使うと、iPad でサクサク暗記ができると思います。で、今日はこのノータビリティと i 暗記シートの2つの掛け合わせのアプリの使い方を紹介していきます。今学生の方とか、あと何かしら勉強している方には結構役立つ動画になっていると思うので、ぜひ楽しんでみてください。はい、じゃあ始めていきたいんですけど、今日ですね、これ iPad 立ててやっていきます。で、ノータビリティですね、使うときはこの iPad 縦向きでやった方が書きやすいんですね。ノートを作りやすいので、今日は縦向きでやっていきます。で、今日はですね、スペイン語の勉強をしていきます。スペイン語です。なんですけど、ちょっとこれ邪魔ですね。まずスペイン語のノートを作っていくんですけど、プラスボタン、右上のプラスボタンから新しいノートを作ります。で、適当にですね、ここからノートのタイトルをつけます。で、次、ノートのレイアウトを変えていきます。ここのギアマークのところから、ペーパーを押して、そしたらこの紙の種類っていうか、レイアウトの種類が選べるので、ここから、下線が引いてあるやつを選んでいきます。で、ここからですね、文字をどんどん書いていくんですけど、ひたすらスペイン語とその訳を書いていきます。で、これは私のこの語学を勉強する時のやり方みたいな感じなので、参考程度にふーんって感じで見ていただければと思います。はい、じゃあここからですね、ちょっとスペイン語講座みたいになっていくんですけど、最初ね、オラケタルです。オラケタルは、いや元気っていう意味ですね。で、この日本語訳のとこ今オレンジで書いてます。オレンジで書いてください。で、次行きましょう。次は、ブエナスディアスです。ブエナスディアスはおはようです。おはよう。で、次が、ブエナスタルです。ブエナスタルですが、こんにちは。で、ブエナスノチェスがこんばんはです。ブエナスノチェス。はい。で、次がですね、bien, gracias, y tú です。これは、元気、ありがとう、君はです。はい。ちょっとこれ恥ずかしくなってきましたね。はい。なので、ちょっとね、ここから早送りで回していきます。スペイン語のね、基本の挨拶今やった5つぐらい覚えておけば、大丈夫だと思います。スペイン行ったことあるんですけど、挨拶をしてくれる人にはすごい優しいので、オラと、あと、ブエナスディアスと、あと、グラシアスぐらい覚えておけば大丈夫だと思います。はい。で、この右側ね、この今日本語で書いてあるやつ、黒で書いちゃったんで、囲って選択して、クリックしたらこのスタイルっていうところがあるので、スタイルをしたらこの色を変更したりとか、あとブラシの太さとかも後から変えれるんですよ。なので、ここから色を変えてください。はい。で、こんな感じでどんどんスペイン語の勉強を書き進めるとですね、こんな感じになります。
結構昔にねたくさん勉強した時があって、その時のノートなんですけど、さっき一番最初にノータビリティは縦の方がいいって言ったのは、こうやって縦にこうページがスクロールできるんですね。で他のアプリグッドノートとかノートシェルフっていうのはこの縦じゃなくてスワイプがこう横にスワイプしていく感じなんですよね。多分使ってる方だとわかると思うんですけど、やっぱりねこれ単語を一覧で見たい時とかっていうのは縦にこう流れていった方がいいので、そういうわけで私は勉強する時はノータビリティを使ってます。でこっからですねこの単語たちを覚えたいので、さっきの暗記アプリに移っていきます。で暗記アプリに移るときはこの左上の項目ですね、書き出しのところから他のアプリっていうのが一番下にあるので、それを押して、でその状態でメモを共有っていうボタンを押します。でそしたら他のアプリでこのノートが開けるようになるんですね。でこんなポップアップ出てくるので、この中からさっきのアプリですね、i 暗記シートかな、これを、見つけてこれを選択してください。でそしたらですね勝手にアプリが立ち上がるんですけど、こんな感じ。見てみんな見て、さっき書いたオレンジの色のところが消えるんですよ。まるで赤シート、下敷きの赤シートをかぶしてるかのように。でこうやって指でスクロールしていくとこう見えてくるの。すごくないですかこれ。でこうやってスクロールしていって、スペイン語を見て日本語を答える、スペイン語を見て日本語を答えるっていうのをひたすら一人でやっていくっていう感じです。これね結構覚えれますよ。本当に学生時代を思い出しますね。でこうやって下にどんどんスクロールしていったら、この見えてないページっていうのも見えてくるので、スクロールしたりズームしたりっていうのもできます。で私がよくやるのはこの状態で、右側とかにこう紙を置いて、そこの紙にこっちは鉛筆で殴り書きしていく、答えを殴り書きしていく。で画面はこっち見ながらスワイプしながらいらない紙に日本語を書いていくっていうのをよくやってましたね。昔はね。今はあんまりやってないです。はい、という感じでですね、こんな感じで使ってもらったらいいかなと思うんですけど、単語じゃなくても勉強のノート取って、その覚えたいところを赤文字で書いて、それをこっちに書き出すっていうのでも全然大丈夫です。でこの右下のプラスボタンから、赤色のボタン、ここを押してもらったらこのアプリの、PDF 一覧ページが見えますね。なのでここが、この i 暗記シートアプリの初期ページ、一番最初のページですね。でここから自分の暗記シートを貯めていってもらえればいいと思います。でこれちなみにですね教材とかを写真で撮ってそれを PDF 化して、でここに読み込んであげることもできるんで、教材とかに赤文字があってそれを覚えたい人とかもそういうやり方も使えるっていう感じです。なのでねいろいろ使い道があるので、これ無料なんでねぜひダウンロードしてみてください。はい、ということでですね今日は以上にしたいと思います。たまにはですねこんな感じの真面目系のねノートの使い方とかも攻めていきたいなと思ってますね。イラストばっかり描いてるんじゃないよと、たまには勉強もしますっていうアピールでした。はい、じゃあ最後ですねスペイン語のさよならをねちょっと勉強して終わります。スペイン語のさよならはアディオスアスタマニャナです。はい、さよなら、また明日。ありがとうございました。バイバイ。